時々可愛い人がいるんですね。ないのか。はい、ババンババンバンバビバビバビバババンババンバンバビバモンババンババンバンバビバビバビバババンババンバンビバモン一応食べてくれるか。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから17時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、ひよこに夕飯の残りのカリカリと、かつお節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、ご目的であるのかい、参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白黒のクータくん、白茶のゆりさん、画面に収まっておりませんが、イケネコのたまちゃん、グレーのブーちゃん、アトラのマタルくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。今日もさ、全然カリカリお昼食べてなかったから、あげないでいたんだけど、夕方、夜、にゃんこがうるさいんで、どうしたと思ったらね、なくなってたんで、ね、食べんのかいっていうのでな、あげたんだけど、もう全然食べないんだよ。もうなんだよ、違うんじゃねえか、みたいなね。でも丸ごと残ってっから、それに鰹節をかけやっていた、結局な。鰹節だけ食べてるっぽい感じでございますな。まあ置いとけば朝は綺麗になくなってんだけどな。さすがにお腹が空いて我慢できなくなると食べるみたいだけどな。そうでない限りはこれじゃないみたいな感じな猫あるあるでございますよ。はい。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティーって言います。で、なんでジャスティーっていうかっていうと、あちらにいるうさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティ
スクだ。ジャスティス。水玉模様でかわいいよな。今日も塩入りの白湯、他を洗ってるのもかわいいな。お気に入りさん、ジャスティス、ヨシさん、ジャスティス、ありがとうございます。ピョンさん、ジャスティス、今日はジャスティスがいっぱいだな。今日は土曜日で、一応農協行ったんだっけ。農協は一応ちらっと行ったのか。行ったけど、今日も銀杏と、小松菜だったかな。なんか、遠くから見るとオレンジ色のものがあるぞっていう感じで行ったんだけど、違った。棚の色だった。棚の上に何にも乗っかってないから、オレンジ色に見えただけでな、棚だったよ、みたいなね。で、最近、ドライフラワーが、ね、リースとか、なんかリースのキットとかでね、大活躍なんだけどさ、なんかちょっと小さめのツリーみたいなのがね、あって、で、それがフニータ動画作るのにいい、ね、小物になりそうだからいいかと思ったんだけど、ちゃんと値段がそこそこするのな。あれと思って。高いな、高いな、みたいなね。これだったら、100均だったらプラスチックでね、毎年使えるの売ってるぞ。思ってな。ドライフラワーだから、まあ、ドライフラワーって言っても、そのリースのやつは、はみ出して。リースのやつってね、だから生の葉っぱっていうのかな。あんまり、乾かしてあるものではなくて、普通のツリーに使うモミの木の素材で、それに飾りをつけてツリーみたいな形にしてるだけなんでさ、これ持つのかなっていう感じなんだけど、なんか500円ぐらいするんだよ。だから、なんで100円だったらいいかと思ったのにさ、これ持たないよね、みたいな感じのが最近言ってんだよね、みたいな感じで、今日は買ってこなかったかな。今日は買ってこなかったんだけど、で、今日もお客さんがいて、で、明日もお客さんがいるから、明日のご飯でね、卵を買いに行こうかなと思ったんだけど、卵買いに行くのも夜だし、寒いし、めんどくせえなと思って、だからいいや、もう目の前のマイバスで、ね、卵を買ってくればいいかとかって思って行って、で、そしたらね、温泉卵があったんだね。で、そっか、温泉卵か、どうせお金払うんだったらね、平飼い卵を買えないのにさ、卵を買うんでさ、で、同じぐらいの値段するんだったら、温泉卵にした方がね、手っ取り早くていいわと思って、うちに帰ってゆで卵にするかと思ったけど、まあ、初めからゆだってるとな、あと割ればね、食べれるだけのやつ、買った方のがいいじゃんと思って、で、さっきそれ買ってきて、ところで今日のタンパク質が足りないなと思って、どうしようかなと思って、で、普通に味付きの卵がお惣菜のところにあったわけよ。それがすごい美味しそうだなと思って、それ買おうかなと思ったんだけど、それがね、2個で300円するんだよね。卵2個で300円か、だったら平飼い卵買いに行った方がいいなって思って、どうしようかなと思って。それがどうしてもなんかね、美味しそうに見えたから、買うとかって思ったんだけど、まあ300円やったら他にもいろいろ買えるしね、と思っていろいろね、他のお惣菜を見てたんだけど、アジの南蛮漬けみたいのがあって、こっちの方のが魚だしな、なんかいいかと思って、それ買ってきて、さっきな、で夕飯っていうのかな、口寂しかったからっていうのかな、タンパク質補給っていうのかな、今日はタンパク質取ってないぞと思って、それをさっき食べとりましたな。おきにさん、藤子さん、皆さん、こんばんは。ピョンさんはツナとビールですか？僕はジントニックと芋けんぴで、ジャスティスしています。ジント
トニックと芋けんぴはまあ合わなくないのかな。なんとなくほら、ウイスキーってさ、よくチョコレートとかなんか甘いものと一緒に食べてたり飲んだりとかしてんじゃん。なんかジントニックってそっち系なのかなって思って。だったらまあ芋けんぴ甘いのいけるかなって今思ったんだけど、知らないけどな。知らんけどな。なんで急にピョンさんは、あ、そっか、魚とビールだったから、ツナと、ビールか。なるほど。ピョンさん、ドライフラワーって乾燥わかめみたいに水で戻ると勘違いしていた方でさ、なるほど。全然考えたことなかった。あれを水で戻そうとは思ったことなかったな。どうなのかな、戻らないのか、やっぱり。ピョンさん、お気に入りさん、普通に寿司です。寿司の魚だったか。お気に入りさん、ピョンさん、エジプトの方、ミイラで大変なことになりますよ。エジプトの方、ミイラで大変なことになる。乾燥わかめ、水で戻すとミイラが戻るってことすげえ発想だな。考えたことなかったんだ、それな。お気に入りさん、シースー美味しそう。業界用語出た。業界用語出た。マグロで、タンパクゲット。低性タンパクな。日本語漢字がな。漢字がいっぱいあって大変よね。お気に入りさん、ミイラが水で戻ると水で戻ったところで、魂があるわけじゃないしな。どうなんだろうね。水で戻ったところで別に動き出すわけではないから、でもどうなんだ。臓器とかが使えるみたいな感じになるのなのかならないよね。なんのかな。魂なくても、でもあれか、今やってる、だっけムーンショットだっけムーンショット計画はまあそんな感じよね。ねえ、もう体いらないから脳みそだけくれっていう話だろ。脳みそだけになって生きていたいかっていう感じよな。なんだかもうわけわかんないよな。みんな考えることがいろいろ、いろんなこと考えますね、みたいな感じだね。ピアさん、水で戻るからミイラに発展するお気に入りさんの発想結構素敵ね。ミイラ水で戻るとか発想したことなかったよね。なんでミイラになんかすんのかなって思ったことあったけどな。なんか全然ミイラって言われてもさ、まるで生きてるかのようなさ、ミイラもあるじゃん。あれって何なんだろうね。の違いは何なんだろう。カッピカピになってるミイラとさ、全然普通に寝てるかのようなミイラとさ、あれ何なんだろう。ミイラの作り方が違うってことなのかな。なんか超絶神的な何が来たなんか見えないな。見えないけど、二人して同じ本見たもんね。歌をなんかしてたかな。ね、なんか作るミイラ職人のね、なんかなんかプロ級って言うんじゃないけど、なんて言うんだろうな。ね、すごい人が生きてるようなミイラを作るのかね。なんでミイラにするのかな。死にたくない魂が、なんだ、戻ってくると信じて、で、残すんだっけ。あんまり調べたことないから、あんまり興味がない。知らないんだけどさ。おきにさん、ピヨンさん、ありがとうございます。そんなわけで、藤子さん、今日は紫玉ねぎで、酢豚を作っていたら、ケチャップチゲ鍋になって、ました。水入れすぎたってこと？紫玉ねぎ調理したことないな。まあ、せっかく紫なんだから、その色をどうしてもさ、生かしたくなるよね。だからその色を生かすには、まあ結局サラダになっちゃうか、
まあ、もしサラダ以外でっていうことであれば、なんかスープかなんかにするかなと思うけど、紫玉ねぎとケチャップで、まあ、鍋になっちゃうってことは水入れすぎたっていう感じかなと思ったけど。カニタさん、ジャスティス、こんばんは。みかん食ってんのかな、こたつにみかんかな。こたつにみかんかな。そういえば今日さ、夕方寒すぎてな、なんかさすがにっていうか、やっぱり急に冬になったっぽいよね。今日朝見た YouTube がさ、その農家の人でね、大変なことが起きてますみたいな、あの、タイトルだったんでね。で、なんか、日本で大変なことが起きてますとかっていうタイトルだったんで、で、何かなと思って見てみたんだよね。そしたら、秋がないって。秋がないってな。だからもう今年は暑すぎてってさ、散々なんかいろんな人が言ってたよなってね、そんな動画とかさ、まあね、バスツアーの農家の人とかもさ、言ってたよなって、ね、最近の話だった気がするのにさ、急に冬になったと。秋がないっつってね。ほんとね、だから春秋がないんだよね、ここ2、3年ぐらい。で、この前までなんかずっと暑くてね、うまく育たないって言ってたかと思ったら、急に冬になったから今度は白菜が育たないっていう話で、でね、なんか、納品の時に、すいません、白菜まだちょっと大きくならなくて、来週持ってきますって言うんだけど、また次の週になって、すいません、白菜まだ大きくならなくて、すいません、来週持ってきますって言ってんだけど、まだ大きくならないっていうね、話をしてて、ね、だからやっぱり、ね、私だけが寒いと思ってるわけじゃなくて、やっぱり冬に季節はなってんだなと。秋がなくて冬になってんだなと思ってさ、夕方もほら、部屋の空気が最近さ、ね、ここ数日、夜になると、冷たすぎてさ、で、今日はちょっとヒーター入れたのよね。でも、にゃんこはこたつの中に入ってる方のがあったかいみたいで、全然ヒーターつけたのに、ああやってさ、ヒーターつけるとみんな出てっちゃうかなと思ったわけよね。だけど、全然出ていかなくて、みんなこたつの中に詰まってた。ヒーターよりもこっちがあったかいんだな、みたいな感じでさ。で、まあ、ヒーターつけると空気がね、あったかくなるんで、しばらくするとあったかくなるんだけどさ。そうするとさ、この中にいると静電気がすごいみたいでさ、なんか、髪の毛が髪の毛がすげえことになってんだよね。メデューサみたいになってる。えーっと、ケチャップチゲ鍋。ね、カニタンさん、ジャスティス読んだ。ね、お兄さん、正解です。水を入れすぎました。ね、私は水入れなすぎで、固まっちゃって、固まっちゃって、みたいなことになってたけどな。水適量に入れないとダメだったね、あれね。おきにさん、カニタンさん、こんばんは。カニタンさん、おきにさん、こんばんは。微妙な鍋ですな。ケチャップチゲ鍋、そうだね。辛みも入れたってことか、じゃあな。酢豚だったけど。なんだろう、白菜じゃない。なんだっけ。キムチでも入れたか。おきにさん、はい、かなりでしたが、完食しました。まあ、食べれなくはないだろうな。ピヨンさん、ミイラの作り方を調べたら、内臓を除去して、内臓を除去したんじゃ水に戻しても内臓使えるとかいう話じゃないんだな。内臓を除去して塩漬けにする。塩辛と一緒、そうだね。ミイラ、もしかして酒のつまみになるんじゃん。お気に入りさん、藤子さんちの、ぬか漬けでは厳しいですかね、ミイラ
ミイラぬか漬けにするの。ぬかにつけるとミイラになるかね。ね、たまにぬかに浸かるとミイラになっちゃうかな。お気に入りさん、藤子さんの、襟巻き、かわいいかも。あ、これ、もらい物でね。で、長持ちしてるんで。あったかいんだよ。だからね、ずっとね、つけてるんで、さすがにずっとつけて、だから寒いからって寝てる時もつけて寝たりとかするわけよ。でね、もうかなり汗とかね、吸ってると思うんだけど、かなり加齢臭みたいなね、感じになってきて、さすがにな。ミイラの話、内臓を除去して、塩漬けにして、じゃああれ内側を塩漬けにするの？一旦塩漬けにして、だから塩釜焼きみたいにして、で、塩取り除くの。そうじゃないのかな。塩漬け、内臓に、塩を入れるのかな。まあ、それで水分が抜けて、梅干しみたいに、シュワシュワってなっちゃうのかな。生きてるみたいなやつは、もしかして水で戻したんじゃないの？寝てるみたいなミイラってさ。なんでミイラの話になる？ライフラワーからミイラの話。なんでだよ。面白いな、連想ゲームな。あとなんかあるかな。皆さんは何を水で戻したいですか？はい。ミイラになってみたいですかっていう感じ？ミイラになって、ね、どんなになるのか、自分で見届けることができるなら面白いかもしれないけどな。自分で見届けることができないから、別にいいかって感じよな、死んだ後のことはな。死んだ後のことはいいけど、私は、保険証の裏の、なんかアンケートみたいなやつ、内臓を提供しますかみたいなやつ、あれはいつもノーにしてある。いつも内臓やらねえ、誰にもやらねえよっていうね、ことにしてあるよ。で、でもなんかね、陰謀論かなんかわかんないけどさ、あれがね、脳死になったら内臓提供しますっていう方にチェック入れてあると、本当は助かるかもしれなかったのを、まあ、脳死になるまでほっといて、で、まあ、内臓を提供するみたいなこともあるから、あれはなんかね、提供しますよ。チェック入れておかない方がいいよっていう話だったよな。そういえば、なんか、保険証がマイナ保険証になったんだっけ？でも、あれ、作らなくても別に大丈夫なんでしょ？なんかよくわかんないんだけど、なんかよくわかんないんだけど、まあ、マイナ保険証にしなくても、病院には、かかれるんだよね。まあ、病院にはかかれるっていうか、まあ、保険使わないで、ね、10割負担でかかればかかれるってことなのかもしれないけど、まあ、そうじゃなくて、従来の保険証でも、3割負担、国民年金じゃなくて、健康保険。今、厚生年金じゃなくて、なんだっけ、健康保険の方は何割負担なの？なんか負担増えたよね、確かね。3割負担で、でも国民健康保険も3割負担じゃなかったっけ？よくわかんないけど。ね、で、まあ、そのマイナ保険証じゃなくて、従来のやつでも、まあ、今まで通りの3割で受けられるのか、いつからか、なんかペナルティになるのか、なんかね、ペナルティが課せられるわけじゃんか。もう何なんだろうって感じな。もう何なんだろうな。まあ、病院にかかんなきゃいいって話だけどな。で、あと何の話する？お気に入りさん、ぐーちゃんが見当たりませんがね、ぐーちゃんここにおりますな。りょうさん、
くーたちゃんのダミ声かわいいわ。ね、くーたも最近ね、大きい声で泣くんでさ、もうなんだよって感じなんだけど、たまちゃんがまあ大きい声で泣くのよね。もう全然何してもでっかい声で泣くんでさ、何なのかしらっていう感じよ。あとは何の話するんだ？あとは、もう今日言ったけど、なかったよって話と、さっきスーパーで、味の南蛮漬け買ってきたって話な。終わり。終わった。ヨシーさん、スパジャポンはどうですか？スパジアム、スパジアムジャポンだったっけ？正式名称って。なんかスパジャポ言うからスパジャポかと思ったけど、スパジャポってなんだと思ったけど、スパジアムジャポンだったっけ？まあいいか。どうでしたか？まあ、動画がすべてっていう感じかな。ねえ、だからお風呂はさ、なんか日本語じゃないっていうのあれ何なんだろう？韓国系かなんかなのかな？だからこれお金を落としてるけどさ、日本人。ね、結局その日本人が落としたお金は、ね、韓国だかどこだかわかんないけどさ、どっかの国に行っちゃってんのかななんてちょっと切ない思いと、あとさ、音楽がさ、流れてるんだよね。だからまあ露天風呂に行ってもさ、自然の音が聞こえるわけじゃなくて、ずっとさ、クリスマスソングが流れてるわけ。だからなんだろう、回転率が上がるんだろうね、きっとと思うんだけどさ、なんかパチンコ屋さんのような気分っていうの？パチンコ屋さんもさ、結構回転率が上がるようにっていうんだっけ？なんかお金をどんどんね、つぎ込むようにだかわかんないけどさ、なんかテンポのいい曲をガンガン流してるっていうじゃんか。なんかそんな感じ？ずーっとさ、なんか音楽が流れちゃってて、でね、サウナもだったかな。サウナは逆に静かだったのかな。なんかよそはサウナにテレビがあって、で、そのテレビが邪魔で、なんかあんまり長く入れなかったりとかするんだけど、で、一応サウナは静かだったのかな。ただね、暑いんだよね。耳が熱くて、耳が熱いのが耐えられなくてね、私サウナね。なんかさすがに、この耳のヒリヒリが耐えられなくなると出るよっていう感じなんだけどさ。でさ、まあ大概水風呂もあるけど、普通のかけ湯っていうのかな。もうあるのにさ、あそこ水だけなんだよね。だからさ、なんか塩が盛られてたから掴んで座っちゃったけどさ、で、暇だからさ、塩揉み込んでたけどさ、で、出る前にその塩流してってくれってさ、書かれてんだけど、水なんだもん。いや、無理無理。無理だよと思って。で、外のね、入った時にかけるかけ湯で湯水なんだけど、ほんとすいませんと思ってはね、まあ、ルール違反かもしれないけど、無理っすって感じでさ、なんで水なんだよ。なんで水なのみたいなね。そんな感じだった。知ってたら塩使わなかったのに、みたいなね。そんな感じでございましたね。で、なんかね、洗い場のところに、氷的とかって書かれてるのがあって、で氷かと思って、氷は別にいいやと思って、水もいいよって感じなのに、さらに氷かよと思って、まあ、真夏ならまだしもねっていう感じでさ、もうさすがに露天はちょっとさ、風呂の移動する間が結構長いんだよね、あそこさ。で、その間寒って感じだったのにさ、氷かよと思って、で、そっちの方行かなかったんだけど、なんかそこにヘッドスパなんていうのもあったみたいで、まあ、ヘッドスパはあってもやらなかっただろうなと思うんだけどさ、頭洗わないんで、頭洗わないんでな。なんかほら、頭乾かしてる時間がもったいないなと思っちゃって、だから洗わないんだよね、頭ね。だからやらなかっただろうなっていうふうに思うんだけど、
そんなのもあったんだ、みたいなね。結構、見れてなかったところがいっぱいあったんだなっていう感じ。あと、岩盤浴の方が行かなかったからね。まあ、そっちの方なんかどうもあそこは楽しかったっぽいけどな。まあ、ちょっと出かけた時間が遅かったんでね、そこまで行ってる時間ないなと思ったんでさ、まあ、2、3時間しか入れないなっていう感じだったんでね、そっち行かなかったからね、なんかちょっと見どころがせっかくいたのに残念だったかなっていう感じだね。でもまあ、おかげさんでさ、ブラックフライデーだったから、ブラックフライデーだったからね、まあちょっとね、ネタになったかどうかわかんないけど、まあね、よかったっていう感じ。よしさん、スパジャポンは思ったほど広くなかった。あ、確かにね、ホームページ見るとなんかすげえ広いのかと思ったけど、ね、それのイメージと比べるとそこまでではなかったよね。でもまあ、関東、最大なんだったっけ。平日でも人が多い印象で、そうそうそう、そうらしかったからね。だから、あ、土日に行ったら多分これすごい混むんだろうなって感じ。ほら、席数人が座れる席数がさ、多かったんで、いや、これ多分土日すごいことになるんだろうねっていう感じがしたよね。平日でも人が多いそう。だから、シャトルバス待ってる人がね、結構いたからさ、平日でも多いんだなってふうに思ったんだけど、行ったら、ブラックフライデーだとかさ、書かれてたから、もしかしてこれ目的の人だったのかなとかも思ったんだけど、なんか違うのかね。ピヨンさん、半熟ゆで卵イコール温泉卵じゃないからね。そうそうそう、違うらしいよな。お気に入りさん、温玉と半玉は違うのですね。なるほど。温泉で仕上げれば温玉で良いでしょうか。ね、そういうふうに思いたいよね。お気に入りさん、次回は卵持ち込みですね。温泉に卵持ち込んでる人っているのかな。いや、だって温泉じゃ卵はちょっと仕上がらなそうじゃん。地獄谷だっけ。地獄谷の温泉卵って何度なんだろうね。まあほら、タンパク質が固まるってことはさ、70度以上っていうことでしょ。70度以上じゃあね、人間入ったら固まっちゃう。タンパク質固まっちゃうっていうのね、かなって思うんだけど、どうなんでしょうか。ピョンさん、温泉の湯じゃないんだもん。おぎんさん、知りませんでした。そうそうそう。違うんだよね。まあ、半熟は半熟だよね。なんか半熟は、ゆで卵を作って、で、柔らかい状態っていうの。黄身が、ちゃんと火が通ってないっていうのか、全部火が通ってるわけじゃなくて、黄身がちょっと生の状態のが、まあ、半熟卵。で、温泉卵はほら、なんかほぼ、なんだっけ、白身のところまでドロドロのさ、白身固まってなくて、ドロドロのやつ。あれが温泉卵だろと思ってるけどな。知らんけどな。知らんことばっかり毎晩な。適当なこと言ってますから、ついてきてください。さん、藤子さんの半熟。私の半熟、半人前っていうこと確かにな。前の職場の、まあ、同僚っていうか、店長だったんで、上司って言えばいいのかな。がね、沖縄の人だったんだけど、なんだっけ、人間かな人生、70過ぎてからだったっけな、違う、70程度はまだまだ、半人前とか、なんか、鼻垂れ小僧とか言ってたのかな。なんかいくつだったか忘れちゃったけど。でね、だからみんな、半人前、まだ鼻垂れ小僧だ。なんかしょっちゅう言っててさ。
そっか、と思ってな、そんなもんか。まあそうだろうなって。そうだろうけど、そうだろうけどね、今生きてる中で、今が一番年上だし、今が一番若いしな。もうその状態で生きていくしかないもんな、精一杯っていう感じよね。まあだから、あれが思い上がるなとか、まあ感謝の気持ちを忘れるなとか、まあそういう教訓が含まれてたのかどうか知らないけどな。まあその人はいつも冗談で冗談しか言わない人だったんでね、別にそんな深い意味がないと思うけどな。ゆりたんは何を今日騒ぎしてるのかな。ゆりたんまたうんち出てないのかな、そういえばな。そうだからさ、黒缶にEM 混ぜてあげて、で、まあ、ぐーちゃんとかさ、ゆりたんがね、うんちするのにさ、苦労してるから、もう、あと、たまちゃんな、女子図がうんちするのに苦労してるから、ね、女子図に食べてもらいたいのにさ、女子図カリカリ好きでさ、黒缶食べないんだよね。だから結局、クータとかさ、抹茶とか、そんなにうんちにね、困ってなさそうな子が一生懸命っていうか、ちゃんと EM 摂取しててさ、ちょっと、みたいな感じなんだね。お気に入りさん、温泉に使って藤子さんの半熟ができるのかと、ね、だから70度、70度のお湯にはちょっと入れねえな。私はぬる湯が好きなんだよね。そう。だからスパジャポもさ、ぬる湯がなくて、で、まあね、露天があるから、まあまだちょっとはさ、長居できるけれども、露天のお湯もさ、ぬる湯じゃなくて、それなりに熱いお湯で、ほら、外は寒いから冬だからね。裸で外はさすがに寒いからさ。で、ね、ぬる湯があればまだいいんだけど、そうじゃないか。普通にそれなりに温度の高いお湯ばっかりだったんで、で、音楽がずっとそうやってさ、パチンコ屋状態で流れてるから、なんか結構ね、頑張って入った気がしたんだけど、なんか過ぎた時間が結局1時間程度だったわけよね。なんかあんなにいっぱいお湯の種類があって、それなりに全部ね、体験したつもりだったけど、まだ1時間しか経ってないのかと思って。だから、箱根のさ、小涌園のところにあった温泉、森の湯だったっけ。あそこが露天で、広々としてて、で、ぬる湯だったんだよね。で、まあ、夏にいたから、それが気持ちよかったんだと思うんだけど、まあ、冬でもぬる湯やってるのかわかんないけど、夏だからそういう温度にしてたのかわかんないけど、めちゃくちゃ自然の風がさ、入ってきて、なんかすっげえ気持ちよかったんだよね。だからなんかいつまででも入ってられるわっていう感じだったからさ、なんかあっちの方が多分長いことお風呂入ってたんじゃないかと思うんだけど、なんかスパジャポの方は全然なんか思ったほど時間経ってなかったっていう感じだったな。ぴょんさん、お気に入りさん、すでに猫と熟女ですから、そうだね、売れておりますね。半売れじゃなくてね、完熟でございますね。お気に入りさん、ベリーナイス。確かに、確かに、そうですね。はい。来年シニアになりますから、私もみたいなね。そんな感じ。歌がセクシーだね。歌セクシーで可愛いよな。で、あと何の話だっけ。温泉卵持ってきてる人。ねえ、だからお風呂のお湯じゃ全然何もならないだろうな。気にさん、藤子さん、温泉でお肌ツルツルのすべすべですね。でも美人の湯じゃないしね。まあ美人の湯もお肌ツルツルになるかっつったら別にヌルヌルするだけでツルツルのすべすべになるわけでもないしな。で、まあ天然温泉とは歌ってるけど、やっぱり帰って
くるとめっちゃ自分塩素臭いって思うからさ、なんか塩素臭いっていうことはやっぱり塩素入ってるよねと思って、だから塩素のようにずっと使ってたのかって思うとさ、まあ、ツルツルのスベスベにはならないよねって感じだよね。まあ、ただ、体温まるからね、全体で温まるのと、あと、お湯の圧でね、それが体にいいらしいんだよね。だから、湯船には使った方がいいけど、うちには湯船がないからさ、まあ、時々そうやってね、温泉とか銭湯の施設に行って、まあ、体全身温めて、で、その水の圧で、なんかね、体にいいらしいっていうのでね、何がいいのかわかんないんだけど、覚えてないんだけど、覚えてないんだけど、とにかくその水に浸かるのがいいらしいっていうことだけ覚えてるのでね、時々行くんだよね、みたいな感じだよ。つるつるのすべすべ。お気に入りさん、また鼻血を、鼻の粘膜って言わないのか。なんだろうね。皮膚が弱いのかな。そう、一時さ、ずーっと鼻血が止まんない時があってね、これ参ったなって思ったんだけど、なんかいつの間にか治ってたから、まあよかったけどな。あれは何だったんだろうなっていうのが謎。あ、そういえば今日はね、YouTube はね、鉄分、鉄分についての YouTube を今日は見たわけよね。なんだっけな。なんかそれ、何々が不足かもみたいな動画だったんだよね。で何かなと思って見たら、なんか鉄分が不足なんじゃないかっていう動画だったわけよ。でね、昔は、まあ、鉄瓶使ってたっていうのもあるんだろうけど、あれが玄米とかと、あれか、雑穀米を食べてたから、それで取れてたとか言ってたっけな。なんかまあ昔の日本人の食事だったらね、鉄分が足りなくなるみたいなのなかったんだけど、まあ GHQ からね、日本人鉄分が取れなくなって、でね、鉄が不足してる人が多いよって話で、でね、鉄分ってなんだろう、どれで取れるんだろうっていうふうに考えたら、私、鉄不足してるかもな、みたいな。ヘム鉄と非ヘム鉄だっけがあって、で、非ヘム鉄の方は、まあ割と取ってんだよね。海苔とか、あとは、まあ野菜、緑黄色野菜、まあ葉物野菜、緑の野菜、なんかほうれん草はまあ確かにあんまり取ってないし、まあ小松菜もあんまり取ってないんだけど、だからほうれん草小松菜って書かれてたから、それは確かに取ってないけど、みたいな感じだったけど、他のところだと油中の野菜が書かれてるところもあったんで、まあ油中の野菜も含まれるんであれば、まあ野菜的にも取ってるかなみたいな。あとは海藻類ね。だからまあ要は孫は優しいを取ってれば、まあなんとかなってるっぽいよっていう感じなんだけど、ただそのヘム鉄の方が難しいんだよね。ヘム鉄私取ってないかもしれんみたいな。あと、非ヘム鉄の方は大豆なんで、まあ納豆を食べてたからね。だからまあ納豆を食べてれば、非ヘム鉄の方は結構ね、普段から取っていくかなみたいな。ココアもあったかな。なんか、豆製品なんだよね。で、豆製品あんまり取ってないなっていうふうに思ったけど、ただ納豆は食べてたんで、そういう考えれば、まあ、納豆、海藻類、ね、あとは野菜もね、そこそこ取っていくかなって感じなんだけど、ヘム鉄の方がね、動物性なんだよね。で、まあ、鳥だと取れないんだって。嘘と思って。鳥取れないのね、だから、なんか肉好きじゃないっていう人が、まあ、頑張って肉食べましたって言っても、なんか鶏肉なんだって。
でも鶏肉だと鉄取れないからねっていうので、そうなのと思って。だから結構鳥さんってね、そのレバーも食べやすいけども、鳥のレバーでは鉄取れないんだって話で、そうなのとか思ってさ。で、動物性で鉄を取りたいんであれば、まあ、牛豚のレバーを取るのがいいよねっていう話で、そうなんだとかって思ってさ。で、まあ、あとは、まあ、魚、卵も含まれるんだけど、で、その表を探してみてさ、で、その、牛豚鶏の、ヘム鉄の量と、その魚、卵のヘム鉄の量をさ、数字で見ると、もう全然違うんだよね。ああ、そんな違うのか、みたいなね。だから、じゃあ頑張って卵食べるか。まあ、あとはそのね、血合いの赤身の魚がいいらしいんだけど、ただまあ、マグロはあんまり取らない方がいいっていう話あるじゃんか。だからそういうところでいくと、まあ、イワシはほら最近イワシ缶食べてたから、じゃあイワシ缶またね、食べるようにすればいいのかなって思ったんだけど、まあ、魚が1だとすると、牛豚が10とかなんだよね。10倍違うんだ、みたいなのがあってさ、そうなんだ、ね。まあ、そうなんだとは思っても、じゃあまあ頑張って魚を取るしかないな、みたいな。で、カツオが、まあ魚の中ではね、まあ赤身の魚で、カツオイワシ、なんかマグロカツオイワシって書かれてたんだよね。で、まあマグロはあんまり良くないとして、カツオはまあカツオの時期だったら食べるけどね、みたいな感じで。じゃあそれ以外でしたらイワシ缶みたいなね。だからまあイワシ缶と、卵で一生懸命、取るのかな、みたいな感じでございました。まあだからといって別に私、鉄分不足の症状がそんな出てるわけではないっていうのかな。ただ、まあ言われてみればヘム鉄取ってないな。それは鉄分不足かもしれないというふうに思ったんで、それでさっき魚、アジってどうなんだろう、赤身の魚なのかな、どうなのかなって思いながらね、食べてたよっていう、感じ。なんか冷たいんで、またゆりたにお引っ越されてるなっていう感じですな。ピョンさん、私の場合、点鼻薬使うと鼻血出ます。あ、そういうのあるだろうね。ピニーさん、ピヨンさん、鼻に差し込みすぎでしょうか。なあ、そうだ。だから鼻に入れる、なんかね、お薬も直接脳に行くっていうのなので、あんまりね、良くないらしいよ。えーっと、ピヨンさん、お気に入りさん、違うの。使った時は問題なくて、決まって翌日の昼間出るのでさ、そうなんだね。そう、あんまり点鼻薬はおすすめしないよね。まあ、点鼻薬に限らず、薬はあんまりおすすめしないけどね、点鼻薬あんまり良くないらしいよ。点鼻薬に限らずって何回言うんだループしてる。と、カニタンさん、血の固まったかさぶたを剥がさないようにですね。ああ、そうだね。剥がしちゃってとかね。お気に入りさん、鼻水が減りすぎて、鼻粘膜の乾燥が起こっているのでしょうかね。ああ、そうだね。だから、潤いだよな。だから潤いが足りないのも、やっぱりそういう鉄分が足りないとか、あとなんだろう、タンパク質とか、まあそういうことなのかなって思って、今ほら、手がカッサカサなわけよ。まあ手に限らずな、足とか手のさ、皮がさ、もうカッサカサなわけよ。だからそれをなんとかしたいなと思ってて、で、タンパク質なのかな、鉄分なのかなってとこでさ、今ね、なんか、それに取り憑かれて
食べてますよって感じね。お腹が空いてるわけじゃないんだけど、あれ、今日タンパク質また食べてないぞと思って、なんかタンパク質と思ってね、なんかお腹空いてるわけじゃないのに食べてみたりとかしてる感じね。そう。ピョンさん、パチンコ玉を舐めると鉄分取れます。by なぎらけんいち。パチンコ玉飲み込んじゃいそうでちょっと怖いよね。パチンコ玉舐めるのはね。だから鉄瓶でお茶入れるのが一番無難なんじゃないでしょうかね。鉄瓶もさ、なんかお手入れめんどくさいっていうのかな。錆びちゃうとね、ダメじゃんか。だからといってね、せっかく鉄瓶なのに、テフロン加工されてるのとかさ、なんかあるらしいから、それじゃ結局鉄取れないじゃん。ダメじゃん、せっかく鉄瓶にしたのに。ね、のが結構あるらしいんでな。だから毎日毎日使ってればいいんだろうけど、ちょっと使わないと錆びちゃうところが鉄製品難しいよな。兄さん、ピヨンさん、それはちょっと人が触ってるね。パチンコ玉はちょっとあれだけど、洗ったところでちょっと飲み込んじゃいそうで、パチンコ玉は怖いよね。おきにさん、今日はイワシ缶詰と納豆とチンゲン菜、いいね。チンゲン菜をいただきましたので、それは鉄分たっぷりだ。それは鉄分たっぷりで。チンゲン菜をいただきましたので、鼻血が出ても大丈夫です。そうなんだよね。最近、川崎の工業地帯で、夜景ディナーツアーをやっているようですが、藤子さん家からお近くではないでしょうか。そうなんだけどさ、夜景はちょっと撮影しづらいっていうのと、夜出るのはなんか気分的にめんどくさいっていうのと、あと、工場地帯が興味ないっていうのがあって、ね、そういうのあるのは知ってるんだけど、あとさ、ほら、冬じゃん夜景が綺麗だからっていうので、その工場見学っていうのその夜景ディナークルーズだかなんかさ、なんか、冬なんだよね。でも寒いし、今日も文句ばっかり言ってますけど、今日も絶好調に文句ばっかり言っておりますけどね、もうさ、寒いし、夜だし、夜景じゃ撮影できないしっていうのでね、もう行かないよね。近いからね、もう早く帰ってこれるのかもしれないけどさ、近いところわざわざツアー参加したくないっていうの近いところなんかそれこそ自分で行けばいいじゃんとか思っちゃって、なんかあれはね、申し込む気にならないんだよね。鉄瓶なんて落語でしか聞いたことない。そうなんだ。鉄瓶でね、緑茶を入れると、鉄分取れるらしいよ。兄さん撃沈。そうなんだよ。もうなんだよ、せっかくね、おすすめしたのに、なんだよって感じだろこうやってどんどん登録者が減っていくんだよな、というわけで。本日もけなではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。よかった。はい。というわけで本日もお付き合い
ありがとうございました。次回も見てくれるかな？はい。いいぞ。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。